はい、どうも皆さんこんにちは。書家の榎本剛です。さて、今回は都道府県シリーズ第6弾、九州沖縄地方編をやっていきたいと思います。九州沖縄の皆さん、大変お待たせいたしました。では早速進めていきましょう。でまずね、僕がいつもお伝えしていることなんですけども、まず皆さんお手元に紙とペン用意してください。そしてただね、この動画眺めるだけではなくて、注目すべき点としては、このペンの動かし方であったりとか、テンポ感、そういったところをね、ぜひ見て真似していただけると上達に近づけると思います。書道は目習いという言葉があるように、目でね、見て学ぶことも非常に重要なんですが、見てるだけではね、どうしても上達がね、できない部分もありますので、しっかり手を動かしてこの動画を見ながら練習していただけるとあっという間に上手くなると思いますので頑張ってください。それではまず福岡県からやっていきましょう。まず自分がお手本書きますのでその後に解説をしていきます。さて福岡です。福岡県の福、これね、難しく感じる方も多くいるんじゃないかなと思うんですけども、辺と作りの地なのでね、これまでもずっとお伝えしている通り、この真ん中ね、この接する部分、ここはね幅をね狭くしてあげて、外側こういったところね、払いとかこういう横角とかそういったところを伸ばせるようにしてあげてください。そして、この示す辺とねこの作りありますよね。これ見比べた時に完全にこっちの作りの方が、画数も多くてボリューム感があるので、多少半分より少し左に入るぐらいの気持ちで良いと思いますね。これだけ、ボリュームが違うのに、示す辺がねこうあまり幅が広いとねこっちのね作りの方に干渉してしまうと、窮屈な印象になってしまいますので、幅はこれぐらいに分けてやってあげるといいと思います。なので接する部分は幅を削ってね外側がしっかり伸びられるようにしてください。で高さの関係としては、上もね下も少し示す辺の方がこう出るようにしてあげて、この下とね上はね空間を空けてあげるようにするとすっきりすると思います。このね作りの方のこの口と田んぼの田あると思います。この作りの方ね横角がたくさんあります。でこの幅の書き分けなんですけども、古典昔のね中国の上手い人たちの残っている字を見ると、いろいろここを伸ばしたりとかね、するパターンもありまして、絶対的な正解はないんですが、個人的にはこの1本目の横角と口の横幅はね同じぐらいにしてあげて、他をね少し広げてあげると、下にねこう台が来る感じで安定するかなと思いますので、そういった形でやってあげるといいかなと思います。で細かいことを言うと、こういうね間の空間揃えてあげる。そして田んぼの田も大体同じぐらい開けてあげると、この空間がね乱れることなくかけて綺麗になるかなと思います。口はですね、これまでも言っている通り内側に締めてあげましょう。示す辺のねこの横角と左払いはねどっちが出ればいいのかっていうのも、これもいろいろありまして、こっちが長いパターンとこっちが長いパターンと、そんなに変えなくていいと思います。これはどちらかというと左払いの方が長めにしてますけども、そんなに変わらなくて大丈夫です。で丘っていう字少しねコンパクトに書いてます。でなぜかというと、この服とね丘を比べた時に丘の方が画数が少ないので、
こういうね白い空間が広いんですね。なのでこういうとこが膨張して見えると、同じ大きさで2文字書いても勝手に大きく見える。なので少し、例えば幅とかね、特に幅ですね、これは2文字で書くときはね、少し狭めにしてあげるとすっきりしますね。福岡っていうね強い印象になってしまうので、丘はね少し幅を削ってあげて、ボリュームを少しだけ落としてあげると、安定すると思います。で、丘はね、これまでも出てきてますけども、このまず足をねしっかり残してあげてください。なのでここ開けましょう。そして、この中身はねこの上に詰めてあげてください。ここ少し開いてた方がいいですね。で、両サイドも少し開けるぐらいにしてあげていいと思います。で、こういうね間のところは先ほども言ったように間隔を揃えてあげると空間が歪まずに綺麗に見えます。はい、それでは佐賀県いきましょう。さという字に関しては、まずこれもね辺と作りの字なので、真ん中しっかり空間取りつつ、外側ね、こういうとこねしっかり空間ができるようにしてあげてください。なのでこれがね最後伸びたいので、上のこの横角は遠慮してあげるということが大事なのと、高さという面で言えば、これはね人弁よりもこの左っていう字の頭が少し出た方がいいよっていうことと、下もね、人弁の方が少し下がってあげて、ここが開いてあげるとすっきりします。はい。で、人弁はこれまでも出てきてますけども、これもね、人弁2画しかないのに、幅がね出しゃばるとね、邪魔なので、外側は広げていいです。外側広げて OK。ただ間はね、ここね幅もうこれだけしかないですね。で、これもねこっちにこうね出しゃばるとね邪魔なので、左払い、もう長さはある程度あるんだけども幅は取ってないよね、決して。これだけ、はい。その分右が伸びられるようにしております。はい。がはね、これも足がねあるから、足長く描いたらかっこいいんじゃないって思う方もいるかなと思うんですけども、ちょっとねキモいよねなんか安定しないというかね。それよりかはこのまずね上のこの加えるっていう字である程度高さを取ってあげて、ここがねしっかり目立つようにしてあげましょう。で、このね貝っていう字はそんなに別にかっこいいっていう字でもないので、こういう目のところとかコンパクトにして、こういうくびれを作りつつの、最後足がねある程度ね立ってあげれば十分かなと思いますので、この加えるっていう字で高さとあと幅とねある程度取ってあげて、この貝の目はねコンパクトに収めてあげて、また足を伸ばしてあげるという考え方が大切だと思います。この加えるっていう字は力よりね口の方が下がってあげて、こう開けてあげると良いと思います。さて、では長崎県行きましょう。長崎県の長、これもね苦手な方いるかなと思うんですが、これもね足がこうあって足立派にしたいんだけども、頭をね実はある程度大きくしてあげる方がかっこいいです。ちなみに足長パターンでどうなるって、これ極端なね
例ね。まあ悪くないけどなんか足ばっかり主張してる感じがあるので、やっぱ頭でねしっかり、重さをね作ってあげて、こういうとこ間ね揃えてあげて、で忘れないでほしいのは、横角なので右上がり右上がりと揃えてあげてください。でこれは、主役なので長くするんですが、これ長くこう右上がりになってきて、これ過ぎたあたりかなから少しだけ落としてあげて落ち着かせてあげると、上がりっぱなしにならなくて G 自体がね傾きが、乱れなくていいかなと思います。で足がねまっすぐ下ろしてあげて跳ねて、ここはコンパクトでいいです。でこの人主役なので、あんまりこれがねまた最後ビヨーンって払っちゃうと邪魔な感じがするんで、同じくらいか少しこの横角よりも内側で終わるぐらいで十分かなと思います。さてこの先という字にいきます。まず山辺、これは真ん中ぐらいにしてあげて、この木っていう字の真ん中に、真横にこう来るようにしてあげてください。でこういう右上がりも忘れずで、細かいんですけども右上がり満たしたくないので、これよりこれの方が少し上で終わるというところで、こういう傾きがキープできるようにしてください。この辺もね。でこれは足長とあと頭もね少し出してあげると良いかと思います。はい、で空間もね、均一にしてあげてください。口はこれあんまり大きくすると邪魔なのでコンパクトにしてあげてください。さてと、では熊本県行きましょう。はい、熊本県です。熊という字、これも横角たくさんありますので右上がり忘れずに、で間隔も揃えてください。で、この無より月の方が狭くねなってあげて空間を作ってあげましょう。こういうところね。こちらのひに関しては、大きさ、このひの大きさは同じぐらいで構いませんが、幅をね変えてあげてください。この人伸びたいので上は短くで終わって少し上げてあげてください。で劣化ですね。劣化は、間隔揃えるということと、外側広げてね、外側外に広げて、内側は、下ぐらいで良いです。でまたこれで広げてあげてという感じで、間隔がねある程度揃っていることが大切かなと思います。本っていう字ですね。これも何回もやってますが、頭を出して主役は右払いなので左払いは少し左にずらしてあげて、こういう払いをねしてあげてください。でこの傘の中に横角入れてあげましょう。足も伸ばしてねというところです。大分県さあ大分県でございます。大という字ね、先ほどの本と似てはいるんですが、これも何回もやってます。真ん中の線があったら左払いは少し左に寄せてあげて、幅はあまり取らずにカーブしてあげましょう。そしたらさっきもあったみたいに右払いは少し左から始めてこう伸ばしてくると。そうするとここはねしっかり伸びてかっこよくなります。分けるという字は傘をね大きくしてあげることと、この刀はこの傘の中に入れてあげてね、頭入れてあげて、でこういう風にやった方がいいかな。この刀のね長さはこれよりかは
これが下に来て、この払いは短く終わってやるとすっきりします。さて、宮崎県です。はい、宮崎県。宮という字は、うかんむりをね、まず立派にしてあげましょう。この幅と高さもある程度、真ん中ぐらいまで取っちゃって構いません。で、そこに少し入れ込む形で、幅は削った口をね、入れてあげましょう。なので、こういうくびれをね、作ってあげましょう。宮城県でやりましたね。で、間隔揃えてねと。で、口はね、1個目より2個目の方が幅を少し広げてあげましょう。ただ、うかんむりよりは広がらないようにしてあげましょう。ね、この冠の中にロをね、入れてあげるイメージです。それからさっきもやりましたね。この横角の右上がり、キープというところで気をつけてください。さて、鹿児島県です。さあ、鹿児島県でございます。鹿という字ね、これもね、なんか難しい感じがしますよね。これに関しては、さあ主役はね、もちろんこの人ですね。これ内側に少し勢い余って跳ねてますけども、真上で OK です。で、この人を主役にしたいので、この干渉しそうな幅をね、削って空間開けてください。こっち広がるので、ある程度このまだれのね、左払いもね、幅をこうやって飛び出して外側をね、伸ばしてあげることで左右のバランスが取れます。で、横角ね、このまだれの横角はこれよりは出ないように2番目に長くて、少しこの下のここはね、このパーツはさらに幅を削って、またここにくびれをね、作ってあげましょう。それから5ですね。これはね、これも横角右上がりキープしてください。ね、この人伸びたい、この人主役にしたい。当然ここも幅をね主役にしたいですし、この足もねしっかり持たせたいので、この傾斜を作っていくことによってここに高さができるという形ですね。で、これね、足長の方がいいと思って、この上をねこうやってちっちゃくして足長にねこうやって描くと、まあ悪くないけど、ちょっとねやっぱり安定感がないというか感じがしてしまうので、この9という字ね、もうある程度高さを取ってあげて、なおかつ足もねしっかり残るような形で、まあ半々ぐらいで良いかと思います。この高さがね。で、島は何回も出てきてるのでおさらいですけども、この高さをね同じぐらいにするのと、始まりを少し左から、中心より左からにしてください。なぜかというと、これが広がりたいからですね。これがこっちに広がりたいので、初めからねこのパーツが真ん中に来ればいいと思って、こうやって書き出してしまうと、こっちが邪魔になって使ってしまうんで、これが伸びる分少し左から始めましょう。で、この山はね、この中に入れてあげる。まあこれの中心下ろしたところに真ん中の角と。で、左右にやって、右上がりがあるので、これも右上がりにしてあげて、
この足ね飛び出るようにして下引きずらないようにしてあげてください。さてでは沖縄ですね。はい、沖縄です。沖縄に関しては、沖という字、山水はこれまでも出てきていると思います。こういう三角形にしてあげてください。ひし形ですかね。で、口はすぼめてあげて、こっちの方が足がね長くなるようにして、ただ頭もしっかり出して、なのでこれはね、この口は潰してあげて横幅を取るイメージですね。で、縄という字ね、一見難しく見えるんですけども、これも辺と作りの字です。で、糸とねこっちの作りだと、明らかにこっちの方が画数が多いので、ボリュームが出ることが明らかなので、糸辺はこれだけで、あとは作りにスペースを分けてあげましょう。で、糸辺もですね、ただの糸を描くんじゃなくて、外側が広がっている糸で、内側はねもうこれだけです。ちょんちょんちょんと。で、これもこう飛び出るんじゃなくて、立てて幅を削ってあげましょう。で、そうするとね、こっちに十分スペースができるので、作りが悠々と入れます。で、作りもこれが目立ちたいんですね、最後。なのでここに空間を作りたいっていうことを念頭に置いて、このタですね、タ2つに関しては左寄り、この中心寄りにしてあげて、ね、ここ最後伸びられるように空間を残してください。はい。で、足もね出るようにしてあげたいので、タはね高さあんまり取らないでコンパクトにしてあげてください。で、上のタの方が少し狭いようにすると良いかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。都道府県シリーズ、こちらで終わりになります。今回九州沖縄地方を取り上げましたけども、北海道からね47都道府県分すべて解説していますので、ぜひ他の地方の動画も見てみてください。このチャンネルでは書家榎本剛が本格の書道の経験をもとに、皆さんになるべく分かりやすく、そして気軽に使えるポイントを解説していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではこの動画ね、気に入っていただいた方は高評価ボタンをお願いいたします。書家榎本剛はですね、対面の書道教室もやっております。その他にもオンラインで3ヶ月間であなたの名前がきれいに書けてしまうとっておきの講座もご用意しておりますし、直接習うのは少し緊張してしまうという方は、あなたの名前を練習することができる動画、そしてワークシートのセットにした Write Your Name という商品を販売していますので、そちらも僕のベースのサイトからアクセスしてチェックしてみてください。世の中にはたくさんの美文字に関する情報であったりレッスンツールがありますけども、僕が提供しているサービスは必ず近道になって、必ず美文字が手に入る、そして上達していける内容になっていると確信しておりますので、皆さん必ずチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。書家の榎本剛でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。